アダルトチルドレンはとても大変な人生を送ってきているので、自分のことで精一杯です。それは仕方のないことです。でも、一度相手目線に立ってみましょう。自分のことで精一杯のアダルトチルドレンを愛すことって、とても大変なことなんです。もしかしたら相手は相手なりに苦労しているかもしれないという視点を持つことができれば成長ができます。こんにちは、自分探しイズムです。私はアダルトチルドレンについての電子書籍作家で、現在のところ5冊中2冊でベストセラー1位を獲得しました。興味のある方は読んでみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。人は愛情あふれる人に囲まれて育ってくると、人間関係がうまくいく思考回路が作られていきます。つまり、自分はこのままで愛される存在と信じられるので、自己防衛しないでいいし、積極的に周りと関われる人になります。だから愛されやすくなります。一方、アダルトチルドレンはこの真逆です。十分な愛情を体験せずに育ってきているので、ありのままの自分に不安を感じ、自己防衛をして、あるいはふりをして消極的に生きています。だから親しい人もできないし、人生が難しくなります。そこで人生がうまくいかないので、激しく自己蔑視、自己憎悪をして、どんどん悪化させている人が多いです。育ってきた環境の問題なのだから、自己蔑視はおかしいです。自己蔑視は絶対にやめてください。そう言われても、今の自分が不本意な自分だとなかなか自己蔑視がやめられないかもしれません。だから自分を変えるために動きましょう。自己蔑視をしていたり、誰かを恨み続けていることは、この場所にとどまることを意味します。それらはやめて、ここから抜け出すことを考えましょう。そのためには、自己分析と反省も必要です。我々は子供の頃、親や先生から怒られるときに、反省しろと強く怒鳴られて育ってくる人も多いですね。このような人は反省と聞くとネガティブな言葉に聞こえるかもしれません。でも反省というのは自分を振り返ってもっといい方法がないかと考えることです。ネガティブではなくてポジティブなことです。アダルトチルドレンが生きやすくなるためには自己分析や反省が必要です。そう言われても、どうやって自己分析をすればいいのかわからない人も多いと思います。今日は自分で自己分析や反省ができるようになるための話をします。精神分析の創始者であるフロイトは、意識は水面上に出ている氷山の一角という言い方をしています。そして水面下にはその何十倍もの氷の塊がありますが、それが無意識だと言っています。つまり人間は無意識が大きいのですが、アダルトチルドレンは小さい頃の環境が思わしくなかったので、この無意識に問題がたくさんあります。そして無意識なので、なんで自分がそうした行動をしているのか分かっていないことが多いのです。さらに多くの人は無自覚で生きているので、何度も何度も同じことを繰り返しています。無意識に問題がなくて、無意識で繰り返す行動が良い行動であれば、それはいいことなのですが、無意識に問題がある人がさらに無意識で生きていると、どんどんまずいことになっていきます。そして多くのアダルトチルドレンはこの無意識の問題を無視して結果だけを変えようとしているんです。無視してと言いましたが、正確にはアダルトチルドレンは何が原因か分かっていない人が多いです。分かっていなければそのつもりはなくても
無視することしかできません。そこで自分の生きる姿勢は変えないで、周りが協力してくれないと言って恨んでいるんです。自分の側にある根っこの問題は変えないで、周りを変えようとしているんです。例えば、何度職場を変えてもうまくいかないというのは、無意識に何か問題があるんです。新しい職場で嫌われたいと思う人はいません。意識では受け入れられたいと思って頑張っているのに、いつもうまくいかないというのは、意識は間違っていないんです。無意識のどこかに間違いがあるんです。でも、無意識を扱うのは難しいです。無自覚で生きている人にはまずできません。そこで、無意識にある問題には目を向けずに、私はダメ人間だと自己蔑視をするか、あの会社はブラックだ、あの上司はひどいやつだと誰かを恨みます。これの繰り返しです。無意識に問題があることを認めるということは、自分に繰り返し降りかかってくる災難の原因は、自分の思考や心に問題があると認めるということです。こうなったのは自分のせいではないけれども、自分には歪んでいる部分、育っていない部分があるんだと認めることです。気づいてもらうためにもうちょっと言うと、ごめんなさいですが、歪んでいるだけではなくて、子供のように甘えているということです。これを認めるのがスタートラインです。スタートラインを0とするならば、今まではこのことを認めずに、自分は60にいると思っていたんです。これを認めると0に飛ばされますが、これは後退ではありません。本当の自分の姿を認めることで、初めて本当の自分を育てられるのです。今まではまるでゲームの中でバーチャルの自分を60まで育てていたんです。バーチャルの自分を60にしても、実際の自分は0なので、トラブルばっかりだったんです。今の位置がどこだろうと、つまり0だろうと、今から育てていけばいいだけです。遅いのはダメ人間だからではありません。いろいろあってスタートが遅れただけです。何十年も前にスタートしてた人と比べるのではなくて、淡々と自分のすべきことをしていけば、アダルト・チルドレンだって成長していきます。無意識に問題がある人は、利用されたり嫌がらせをされたり騙されたりなどもされやすくなります。このような場合、確かに相手がひどいですが、あいつはひどいやつだと恨んだり憎み続けているだけでは成長ができません。イライラする、憎い、憂鬱、落ち込みなどネガティブな気分に支配された時は、確かにあいつが悪いが、でも自分にも何か問題があるかもしれないと考えてみてください。悪いやつ、嫌なやつも誰にでも嫌がらせをするわけではありません。利用しやすい人を利用します。利用されたのであれば、自分に利用されやすいところがないかと考えてみてください。イライラが止まらないのであれば、なんでこんなにイライラするんだろうと考えてみてください。例えば、いつも自分だけ利用されるのであれば、無意識に恐怖感を抑圧していたり、病的に依存心が強いのかもしれません。確かに同じ人ばかりを利用するのは公平ではないし、そのようなことをする人は優しい人ではありません。だからといって、心の中でその人を恨んでいたり、憎んでいると、どんどん憎しみが渦を巻いていくだけです。であれば、自分はなんでそんな恐怖を感じるのか
どんな恐怖感を抑圧しているのかを探していく方が建設的です。あるいは人に依存しないで生きていけるように心を育てていく方が建設的です。また、何日もイライラが止まらないのであれば、そのイライラは何らかのトラブルがあって、それを機にイライラが開始したんだと思います。でも、すぐに収まらずずっと続くのであれば、そのトラブルの相手が原因なのではなくて、自分の方が莫大な量の憎しみを抑圧しているのかもしれません。あるいは自分が甘えていて、ああしてほしい、こうしてほしいが異常に強いのかもしれません。自己分析をする上で問題になるのは、自己分析をしても自分のどこが悪いのかわからないという問題です。特に最初のうちは全然わからないと思います。なので最初は甘え、現実とずれた認識、憎しみ、劣等感、この4つに絞って自分にこの4つがないかを分析してみましょう。的を絞っておけばそれに当てはまっている場合は見つけやすいです。自分に問題が100あるとして100全部直せるに越したことはないですが、60直せればだいぶ違います。まずは分かる問題から始めれば十分だと思います。では、甘えで問題が出る例をいくつか出してみましょう。自分に当てはまるかどうかチェックしてみてください。依存心が強くて、ああしてほしい、こうしてほしいが強い人は、相手を自分の都合のいいように変えようとします。でも、誰でも人に操作されることは嫌いですから、相手はこちらの思い通りにはなりません。こんな時に甘えが強ければ強い人ほど、なんでこうしてくれないんだ、あいつはひどいやつだと怒りになります。そしてグレーゾーンもあります。つまり完璧な人間などいないのだから、相手にももっとこうしてくれてもいいのにという側面も大抵あります。問題はこの時にどれだけ許せないかということです。相手のちょっとしたもっとこうしてくれればいいのにという点に激しく怒りを感じる人もいれば、もっとこうしてくれればいいのにだけで終わる人もいます。甘えていれば甘えているほど、相手を自分の都合のいいように操作しようとしていればいるほど、相手のもっとこうしてくれればいいのにという点に激しく怒りを感じます。100% 完全にやってもらうことが当たり前の人は、60やってもらっていても相手に怒りを感じます。望みすぎているということは甘えているということです。つまり本当はありがとうという気持ちやごめんなさいという気持ちを持つべき立場の人が甘えが通らないことに怒っているんです。アダルトチルドレンはとても大変な人生を送ってきているので、自分のことで精一杯です。それは仕方のないことです。でも一度相手目線に立ってみましょう。自分のことで精一杯のアダルトチルドレンを愛すことってとても大変なことなんです。もしかしたら相手は相手なりに苦労しているかもしれないという視点を持つことができれば成長ができます。でも甘えていればいるほど人を不快にさせていることに気づけません。もっとこうしてくれればいいのにと言うけど、もしかしたらこちらが先に相手を不快にさせたから相手が優しくしてくれなくなったのかもしれません。甘えからの不満をなくすためには心を成長させるしかありません。でも多くのアダルトチルドレンは自分の不満の原因は 100% 相手に問題があると信じているんです。
アダルトチルドレンはこれが本当に多いです。次に現実にズレがないかチェックしてみてください。例えば自分は相手のためにいろいろ骨を折っているのに、相手は感謝してくれるどころか冷たい態度をしてくるとします。こうなるとイライラするし、悔しいし、悲しいし、寂しいかもしれません。そういう感情に支配されたら、一度現実にズレがないか確認してみましょう。このケースで言うなら、自分はいろいろ骨を折っているけど、それは本当に相手のためになっているのかということです。相手は A を望んでいるのに、自分は B を与えている。それでいて、B をあげたんだから C をよこせと要求していないかということです。こういう親もいますね。あなたたち兄弟なんだから仲良くしなさい。友達に誘われても嫌なことは嫌と言いなさい。それぐらいでやめないで強くなりなさい。言っていることは一見子供のためだし正しいのですが、どこかずれているんです。ずれている親は自分を守ることばかり気を使って正しいことばかり言って肝心なものは与えていません。また自分を守ることが結果として相手を傷つけるということが分かっていないんです。愛のある親は自分を守ることより子供のためになることをします。心のわからない親は自分を守るために引きこもっていないで学校には行きなさい。早く再就職しなさい。などと言います。子供は愛されて育っていたら言われなくてもそうしています。ずれている親は与えるものは与えずに、この子には困ったねと言っているんです。自分がどこかずれていることに気づかないと問題は大きくなっていきます。これは甘えともつながっているのですが、アダルトチルドレンは相手の立場からものを見る力、相手の気持ちを理解する力を育てていかなければなりません。自分のことをもっとこう扱ってほしい、もっと理解してほしい、自分を守ろうと必死になっていればいるほど相手に対する共感力は損なわれていきます。次に憎しみのチェックも必要です。会議で正しいことを言ったのに誰も自分の味方にならなかったとします。そして正しくないことを言っている人の方にみんながついたとします。あるいは自分の方が実力があるのに実力のない人の方が出世したとします。明らかに俺の方が正しいことを言っているのに、俺の方が実力があるのにふざけるなという怒りになるかもしれません。言い分はわかるのですが、ただ人は必ずしも正しい人についていくとは限りません。実力のある人を推すとは限りません。正しくても実力があっても憎しみがあると、その憎しみがオーラとして出ています。本人は隠しているつもりでも出ています。周りの人はこのオーラを敏感にキャッチします。敏感にというか、鈍感でも気づきます。気づかないのは本人ぐらいです。他にも憎しみがあると、人の成功の足を引っ張ったり、人の不幸を喜んだり、ざまあみろと心の中で叫びたいがために相手を叩き潰そうとしたり、間違った言動をしてしまいます。自分は憎しみを抑圧しているから間違った言動をしてしまうんだと気づいて認められた人は成長します。憎しみと劣等感は一緒になっていることも多いですが、劣等感もチェックしておきましょう。いつも仲間の輪に入れないというけれども、気づいていないだけでそれには何か理由があるんです。例えば病的な劣等感があって相手に勝ちまくることで優越感を感じようとしている人がいるとします。普通人はこのような人には協力しません。
自分が相手を敵視していて、相手に温かい目で見てもらえることはありません。また、レギュラーになれなくて、ものすごく不満になっているとします。誰でもレギュラーになりたいです。でも、レギュラーになれない時の不満の大きさは人によって違います。ものすごい不満になって辞めてしまう人もいれば、人間関係を壊してしまう人もいれば、憎しみを持つ人までいます。レギュラーになれないということが単なるレギュラーになれないということとして処理されるだけの人と、病的な劣等感が刺激されてひどく傷つき、ひどく落ち込む人もいます。自分はなんでここまでひどく傷つき落ち込み、場合によっては怒りになるのかということに気がつく人とそうでない人とでは、後の人生に大きな違いが出ます。ではポイントを振り返ります。アダルトチルドレンは放っておけば治るというものではありません。生きやすくなるためにはあれもこれもいろいろやる必要があります。特にアダルトチルドレンは自分のことが全然分かっていないので、自分を振り返ってもっといい生き方がないか考えることはとても大切です。自己分析や反省なしでは生きやすくならないと思います。そうは言っても、最初は自分を振り返っても何が悪いのかわからないかもしれません。そのような人はネガティブな気持ちに支配された時に、自分は甘えていないか、自分が現実とずれていないか、自分が憎しみを抑圧していないか、自分は劣等感に支配されていないか、この4つをチェックしてみてください。チェックしてみても、自分は悪くない。だってパートナーはこんなにひどいことを平気でしているんだ。間違いなくパートナーが悪い。絶対に許せない。自分ではなくパートナーが直すべきだ。というのであれば、確かにパートナーの方が悪いのかもしれませんが、やはり自分にも甘えているところがあるんです。依存しているから別れられないのに、それでいて今のあなたでは満足もできないからここを直せと猛抗議をしているんです。心理的に健康な人はそんなに嫌だったら別れます。要するに、あれもこれも欲しいと言っているんです。人生は自分の欲求が完全に満たされることはほとんどないのに、アダルトチルドレンは完全に満たされることを諦めていないんです。これがトラブルの元になっていることが非常に多いです。自分は完全に満たされることを諦めていないんだと気づいて認めることで、怒りや憎しみは和らぐし、成長が始まります。ただ、それを考え続けないとすぐに忘れてしまいます。多くのアダルトチルドレンは、意識では甘えを抑えていますが、無意識ではずっと甘えて生きてきているんです。ずっと甘えるのが習慣になっているのだから、考え続けないと気づいてもすぐに忘れて、また元に戻ってしまいます。だから甘えとか依存心とか憎しみとか劣等感などというのは、何度も何度も忘れた頃に繰り返し読んだり見たり聞いたりしないと、またゼロからやり直しになってしまいます。でも忘れてたら思い出せばいいだけです。またゼロから始めればいいだけです。今度は忘れないようにしようと思えばいいだけです。そして前回の動画から始めたんですが、今後作る動画はその日話したことと関連のあることで、今すぐできることは何かという話を一番最後にして終わろうと思っています。では今日の話の中で今すぐできることは何かということですが、自分は甘えていないか、
自分が現実とずれていないか、自分が憎しみを抑圧していないか、自分は劣等感に支配されていないか、この4つをチェックすることです。自分が甘えているかわからない、現実通りに認識しているかわからない、憎しみを抑圧しているかわからない、劣等感があるかわからないという人は、そこから勉強しましょう。関連動画をいくつか概要欄に貼っておきます。では仲間の皆さん、よかったら高評価、チャンネル登録をお願いいたします。バイバイ。